おはようございます。たかしです。本日は12月5日木曜日、ただいま9時23分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は陽線ですね。今までずーっとこういった下落を起こしてきていたんですが、ようやく火曜日のこのローソク足から昨日は上昇方向に向かってきております。そう考えるとここから上昇方向に向かっていってもおかしくないんですが、基本的にはこのオレンジのトレンドライン下抜けてきてまして、ちょうど昨日のこの上昇がだいたいトレンドライン付近で抑えられていますので、基本は今下落してきて上昇してトレンドラインからの下落みたいな、こういう考え方もできます。ただ、ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスをしてますので、このまま昨日の高値を上抜けてくると、一旦 GMMA の青帯付近まで、そうすると194円付近まで、そのあたりまでの上昇が考えられますので、本日はそれがどちらになるのか、ここから再び再下落に戻っていくのか、それとも上抜けて上昇していくのか、というところを見ておくといいと思います。では4時間足です。ただ4時間足を見ていると明確に下落トレンドなんですよね。GMMA の青帯に今ぶつかってきております。基本的には GMMA の青帯からの下落っていうのがいつものパターンです。今までのところはずっと強い下落をしてましたので、GMMA に接触できずに、こんな感じで接触できないところで下落はしてきていたんですが、今ようやく GMMA にぶつかってきましたので、本日は一旦ここから下落するのかどうか、そういう風な動きをすると先ほど日足で言った動きになってきますね。そしてこの黄色のゾーンですね。昨日上抜けてきたこの黄色のゾーン。これ過去の意識されるポイントになります。ここを上抜けてきているので、本日下落してもこういう動きもイメージできますので、それがどちらになるのか。今の下落トレンドが継続するのであれば、ここからの下落。で、また昨日の安値付近、昨日とか、この火曜日の安値ですね。このあたりを目指してくる可能性がありますし、その途中、黄色のゾーンで反発して上昇していけば、GMMA の青帯を上抜けてくるかもしれませんので、どちらにしても今、ストキャスティクス高値圏にありますので、一旦の下落を見ておく。それが黄色のゾーンで下げ止まるかどうかっていうところに本日は注目です。では、1時間足です。1時間足は GMMA の青帯がこちらは上向きになってきました。今、日足も4時間足も GMMA の青帯は下向きですので、基本は下落圧力がかかりやすいんですが、1時間足は上昇方向に転換できるのかっていうところですね。昨日までこれずっと GMMA 下向きだったものが今上向きになってきたので、一旦は上昇トレンドに入ってきた可能性があります。本日下落から始まってますが、この GMMA がここにありますので、ここでサポートされて上昇していくのかどうかっていうところですね。ただ今このまま下落してくると、昨日のこの高値でのダブルトップでの下落になってきますので、そうすると結構下落する。そうなると先ほど言っていたこの黄色のゾーンですね。このあたりまでの下落、ここで下げ止まるかどうかっていうところを見ておくといいと思います。今1時間足の上昇トレンドが続くのか、それとも4時間足の下落トレンドに戻っていくのかっていうところですので、本日はその動き、どちらが勝つかっていうところを見ておいてください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も GMMA の青帯の下に入っておりましたので、まずは GMMA の青帯付近までの上昇を待っておりました。昨日の上昇はそんな感じですよね。そしてちょうど GMMA の青帯、ここで接触しているんですが、結局上髭で終わっているという、そんな感じです。ですので考え方はこういう動き方ですよね。この動きをしてくるかどうかっていうのを見ておきたい。こちらもストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしているので、インジケーターを見ていると上昇しやすいんですが、基本的にはやはり今この下落トレンド、こういう下落のトレンドを作っているので、こういう動きをしてくるかどうかを見ておくといいと思います。では4時間足です。こちらも4時間足の GMMA に接触して、昨日は大きめの下落、そして本日も下落から始まっておりますので、基本的にはこの下落トレンドの流れがここから継続していくのかっていうところですね。考え方は全くポンド円と同じです。ですので、このまま4時間足の GMMA にぶつかって下落するのであれば、この直近の安値、149円ぐらいを目指して下落してくると思いますけれども、もし昨日安値付近、この白い水平線付近ですね、このあたりで下げ止まるのであれば、ここからのまた再上昇っていうところを見ておきたい。ドル円もポンド円と同じく4時間足ストキャスティクス下落中ですので、まずはこの過熱感解消の下落を待って、その下落が止まったところからの再上昇。その再上昇が GMMA の青帯を上抜けられるかどうかっていうところを見ておくといいと思います。では、1時間足です。1時間足はこの過去の高値に引いた水平線が意識されてますよね。昨日もそこで止まっております。ちょうど GMMA と接触した付近ですね。本日も下落してきておりますが、そろそろ GMMA に接触する付近、そして昨日下げ止まったポイントにも来てますので、ここで反発できるのかどうか。反発できなければ先ほど言ったこの白い水平線、149.5 付近までの下落が考えられますし、そして上昇方向を見ているのであれば、まずは現在地付近で下げ止まってほしいところですよね。GMMA
円の青帯付近、ここですね。ここで下げ止まって上昇してきてくれるとこんな感じ。そして昨日の高値を上抜けられるかどうか。そこを抜けてくるとさらにもう一段上昇という、こういうイメージができますので、下落のイメージ、上昇のイメージ、両方持っておくのがいいと思います。そして意識される水平線、昨日のこのラインもそうですし、こっちのラインもそうですよね。150.7 とか、あと 150.2 とか、このあたりの水平線、それからこの白い水平線、149.5 付近、この辺もアラート仕掛けておくといいと思います。それから昨日の高値もそうですね。このあたりですね。151.2 付近も合わせて、この4本ぐらい、1本、2本、3本、4本、この4本ぐらいのアラートを仕掛けておくといいんじゃないでしょうか。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますので、まずはこのアラートを仕掛けておいて、チャートに貼り付かずに通知を待つっていうやり方をするのが無駄な時間を過ごさないコツです。ですので、まずはアラートを設定する。トレーディングビューをまだご利用でない方は、概要欄に URL を貼っておきます。無料で登録できますので、使いやすいチャートをお探しの方はぜひご利用ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。